実際にプロがいかにこの概念をもとに駆け引きしているのか。こんにちは、柳沢です。今回のテーマは石が重い、軽いということについてです。これはより高度な世界に入っていくためにぜひ理解してほしいポイントです。一般に才能があると言われるような人が感覚的に掴んでいるものなんです。重い軽いを使いこなしているところを見るとすごいかっこいいですね。それとこれはプロの語の解説などでもよく使われる言葉なので、知っておくと解説をより楽しめてプロの世界をより味わうことができるようにもなります。今まで重い軽いということ自体をテーマとして扱った教材って僕は見たことがなくて、なんとなく理解している人がほとんどだと思います。言葉を使っている方もなんとなく経験的に使っていることがほとんどなので、今回ちゃんと定義していきたいと思います。まずどういう時に使う言葉かというと、こんな風に完全に生きている石には重いとも軽いとも言いません。あるいはこんな風にしっかりと収まっている石にも重いとも軽いとも言わないです。逆にこの白石みたいにもう完全に死んでいる石にも重いとも軽いとも言いません。つまり生きてるか死んでるか未確定な石に対して使う表現なんです。その中でも石そのものの重さと形の重さがあります。石そのものの重さというのは単純に取られたら困るかどうかです。取られたら困る度が高い石のことを重いということになります。その最たるものが要石ですね。この例ですとこの白2つが要石になっています。要石というのは相手の石を切り離している石のことで、これが取られると相手のこの石とこの石がね、繋がってしまうことになりますので、非常に大事な石です。これは最優先で逃げなければなりません。逆にいわゆるカス石は取られても構わない。捨てることも自在な軽い石ということができるわけです。例えばこういう白石ですね。この石が取られたところで別に痛くありませんので、捨てて構わないと。そういう石は軽いということができます。続いて形についてですが、重い形の典型的な例は団子石ですね。こういう風に石がいっぱい固まっているにもかかわらず眼形が全くないという姿のことを言います。こういうのを形が重いと表現するわけです。重苦しい形をしているって感じですね。この重い形の最上級が団子石ですが、そんなに極端じゃなくてもちょっと重いとかちょっと軽いというのもあって、実践ではそれを感じ取るのが大切になります。じゃあこれを知ったところで実践でどのように役に立つのか、どう活かしていくのか、実際にプロがいかにこの概念をもとに駆け引きしているのか、そのあたりを次回以降詳しく解説していきたいと思います。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。プロ棋士の立場から皆様の役に立つ情報をお伝えしていきます。ありがとうございました。